ダイスホルダースライドタイプ。弊社のダイスホルダースライドタイプはダイスホルダー後端がテーパーになっておりますので、お使いの機械によってアーバーを選択できます。ご使用になる機械に合ったアーバーをお選びいただきましたら、その際ご注意いただく点がいくつかございます。まずダイスホルダー後端のテーパーとご使用になるアーバーのテーパー部分についたオイルやホコリなどを丁寧にウエスなどで拭き取ります。次にご使用になる機械に合わせてオイルホールの位置を合わせます。今回は機械側がモールステーパーなので、アーバーのタングの位置を合わせた後にダイスホルダー後端のテーパーとアーバーを結合させます。そのまま一度機械から外し、プラスチックハンマーなどでダイスホルダーにアーバーを打ち込みます。機械のモールステーパーとアーバーについているオイルやホコリを丁寧に拭き取ります。オイルホールの位置が正しい位置に来ていることを確認し、機械に固定します。ダイススリーブに使用するダイスを固定します。その際、ダイス側のもみつけ位置とスリーブ側のセットボルト位置を合わせて固定してください。ダイスホルダーにダイススリーブを固定します。セットボルトを緩め、内部に異物がないことを確認します。オイルを適量塗り、先ほどと同じようにもみつけ位置を合わせて固定してください。セット完了となります。テールストックをちょうどいいところまで前進させ、ワークをチャッキングします。ダイスホルダースライドタイプの場合、テールストックはロックしておきます。オイルホールを使用する場合は、給油口をオイルホールに合わせます。今回はオイルを垂らすだけで加工します。最初はダイスホルダーをワークに押し付けるようにします。ダイスが切り込み始めたら一人でに進みますので、手を離します。加工ができたら主軸を逆転させると同じように一人でに戻っていくので、最後だけ手でアシストしてください。万が一ダイススリーブが本体から抜けなくなってしまった場合、使用しているダイスと同じネジをダイスにはめて引っ張ると簡単に取ることができます。ダイスホルダースライドタイプの型番は DH50J4S となります。ダイススリーブはダイスの規格に合わせてご用意しております。別売りでダイスソケットもございます。詳しくはホームページをご参照ください。シンプルな固定タイプもございます。固定タイプを使用する際は必ずテールストックのロックを外してください。テールストックをスライドさせて使用できます。